今日も知識を探求するあなたに向けて複数のニュースソースから重要な洞察を抽出する深掘りセッションへようこそ。はい、よろしくお願いします。今日も興味深い資料が集まっていますね。今回あなたが持ち込んでくれた資料は2026年4月12日付の最新のテック系ニュースも束です。そうですね。一見すると AI から自動車産業までかなりバラバラなトピックに見えるかもしれません。でもこれらを横断して読み解くとある巨大なテーマが浮かび上がってくるんですよね。業界全体がかつての盲目的な成長からかなり現実的で実利的な選択へとシフトしている。いわゆるリアリティチェックの真っ只中にあるという現状です。はい。まさにその通りです。なので今回のミッションは、このテック業界全体を覆う巨大な軌道修正の真相に迫っていくことです。では早速見ていきましょうか。はい。まずはですね、現在最も注目を集めている AI の領域、その光と影のコントラストから深掘りをスタートしたいと思います。オープン AI に関する2つのニュースですね。そうです。一つ目が OpenAI が月額$100のプロプランを発表したというニュースです。これは既存の別額$20のプランとエンタープライズ向けの$200のプランのちょうど間を埋めるものですね。はい。そして2つ目のニュースが、フロリダ州のジェームズ・アトマイヤー司法長官が OpenAI に対して調査を行う方針を固めたというものです。ソースによると調査の理由は未成年者への悪影響の疑いや国家安全保障に対する潜在的な脅威。それから昨年フロリダ州立大学で起きた銃撃事件との関連の可能性ということですね。はい、その通りです。これらが調査の対象として挙げられています。なんというかこれ、ロケットを一生懸命組み立てて宇宙を目指している最中に、その騒音問題とか落下物で地元から訴訟を起こされているような状態ですよね。なるほど。いい手妙ですね。で、私が気になったのは、この2つのニュースのタイミングなんです。と言いますと、この月額$100という中間プランを急遽投入してきたのって、要するにこういう州レベルの巨大な法的調査とか、セキュリティ対策にかかる莫大なコストを賄うためなんじゃないかと。なるほど。資金詰めですね。やっぱり$20プランのユーザーだけだと計算資源を食いつぶされるばかりで厳しいから、パワーユーザーから確実にお金を回収しに走っているのかなって思ってしまったんです。ビジネスのスケールアップに伴うマネタイズの多様化という側面は間違いなくありますね。ただ、それと同時に起きている現実世界での規制対応というこのジレンマに注目すべきです。ジレンマですか？はい。ここで重要なのは、フロリダ州の調査の内容そのものへの評価ではなく、AI 業界が今直面している構造的な変化です。どういうことでしょつまり、AI が単なる便利なツールから、社会に直接的な影響を与えるインフラへと変貌しつつあるということです。う？なるほど。未成年への影響とか国家安全保障といった極めて深刻なトピックで公的機関が動くレベルになってきていると。ですから月額$100のプランも単なる訴訟対策というよりは、インフラ企業として安全性を維持するためのいわば適正価格の模索という現実的な対応と言えるでしょなるほど。魔法のようなテクノロジーだともてはやされていた段階は終わって、強固な収益基盤を作らなきゃいけないという、かなり重々しい現実に直面しているわけですね。う。まさにリアリティチェックですね。さて、オープン AI が新しいインフラとしての責任と現実に直面している一方で、かつてデジタル上のインフラとして君臨していた巨大プラットフォームにも厳しい現実が突きつけられています。X、旧ツイッターからの撤退の動きですね。はい。電子フロンテア財団、通称 EFF が X から撤退する最新の組織となったことが報じられています。すでに多くのニュース機関が離れていますが、EFF もそれに続いた形ですね。でも私これを見たとき、EFF ってインターネットの自由と権利を守る組織だから、何かイデオロジー的な問題とかポリシーへの抗議が理由なのかなって思ったんです。そう思いがちですよね。ところが声明を見ると極めてドライなんですよ。単純に X がもはやトラフィックの流入源として有効ではないからと。はい。バイアブルではない、つまり費用対効果が見合わないと判断したわけです。なんかデジタル上の公共の広場だと言われていた場所がただの空き地になりつつあるということでしょうか。EFF のような組織がイデオロギーではなく、トラフィックという冷徹なデータに基づいて見切りをつけた。これは非常に象徴的です。一つの時代の終わりを感じますよね。昔はとりあえず SNS にはアカウントを置いておくのが常識だったじゃないですか。そこにいないことのリスクを恐れて、
惰性で運用していた部分が大きかったはずです。でも今はアルゴリズムの変更などで外部へのリンクが飛ばなくなり、リソースを割く意味がデータ上証明できなくなった。だからこそ、企業や組織は幻想を捨てて、実利に基づく選択と集中を行っているんです。なるほど。このリソースの選択と集中、そして現実を見るというトレンドは SNS の運用だけじゃないんですよね。シリコンバレーのスタートアップの経営そのものにも直撃しています。ええ、アンジュナセキュリティの事例ですね。はい。サイバーセキュリティ企業のアンジュナセキュリティですが、2021年当時は急速に成長していて、市場が無限であるかのように積極的な採用を行っていたとあります。典型的なハイパーグロース、超高成長のモデルですね。ええ。で、そのハイパーグロースが続くと見込んで、営業とかカスタマーサクセス、サポートのチームをどんどん構築して、2021年末には約75名の規模にまで拡大したそうです。しかし、その後2022年の現実、つまり市場環境の変化に直面することになります。これ、終わりのないトラックだと言われて全力疾走していたのに、突然目の前に壁が現れたようなものですよね。ええ、まさに急ブレーキを踏まざるを得ない状況です。急成長を前提に採用した75人という規模が結果的に彼らの首を絞めたわけじゃないですか。これって他の多くのスタートアップでも今まさに起きている教訓ですよね。はい。2021年の成長一条主義から2022年以降の持続可能性へのシフトという明確なパラダイムシフトを示しています。市場の予測を過信して組織を肥大化させると、環境が変わった瞬間に身動きが取れなくなる。ええ。そこからの立て直しの過程で彼らはレイオフを行い、肥大化したチームを縮小して回復の道を探りました。つまり理想のシナリオに固執するのをやめて、今現在の確実な足場を固めるダウンサイジングを行ったわけですね。そうです。創業者にとって成長は無理やり作り出すものではなく、現実の収益に合わせて構築すべきだという普遍的な教訓です。スタートアップが見果てぬ夢から現実へと舵を切った。非常に痛みを伴う適用ですね。はい。さて、今日最後のトピックですが、この現実路線への軌道修正はスタートアップだけの話ではありません。歴史ある巨大メーカーも劇的なピボットを行っています。フォルクスワーゲンの決断ですね。はい。ソースによると、フォルクスワーゲンがアメリカにおいて完全電気自動車である ID.4 の展開を取りやめたそうです。非常に大きな決断です。しかも、ガソリン車の SUV 路線へと戦略を転換していると。アメリカの工場におけるすべてのリソースを今後発売されるガソリン SUV のアトラスに向けているんです。はい、その通りです。いや、ちょっと待ってください。世界中がオール電化の未来に向かっているはずじゃなかったんですか？これまではそう言われてきましたね。アメリカの工場リソースをすべてガソリン SUV のアトラスに全振りするなんて、これ完全に白旗を上げたように見えませんか？ EV 競争からの脱落というか。確かに表面上は時代に逆行する敗北宣言のように見えるかもしれません。ですよね。しかし今日ずっと議論してきたリアリティチェックという視座でこれを紐解くと、これは敗北ではなく極めて冷徹で合理的なリソースの再配分なんです。合理的ですか？先ほどの安住なセキュリティと同じです。フォルクスワーゲンも EV の急速な普及という理想的な未来のシナリオに基づいて膨大なリソースを割り当てていました。なるほど。未来の需要を先読みして投資していたわけですね。しかし現実のアメリカ市場では広大な国土などの要因もあり、ガソリン SUV に対する強固な需要が依然として存在し続けている。一方で EV への移行は想定より鈍化だったと。その通りです。ですから幻想のスケジュール表に固執して消耗するのをやめ、米国市場の現実の需要に対して工場設備という莫大なリソースを集中させる。つまり理想の未来よりも今確実に売れて利益を生む現実路線を選択したということですね。キャッシュフローを確保して生き残るための実利に基づく痛みを伴う適用です。見事につながりましたね。AI の月額$100プランと重い訴訟リスクという現実、X からの撤退が示すトラフィック枯渇というプラットフォームの現実、スタートアップが直面した無限の成長の終わりと VW のガソリン車への回帰、すべてが同じ根っこを持っています。本当ですね。今日深掘りしてきたこれらのニュースは、過度な期待から実利と現実への痛みを伴う適用、
という一つの大きな物語に収束していました。テック業界も製造業も理想を語るフェーズからいかに持続可能な基盤でビジネスを回すかというマチュリティのフェーズに入ったと言えるでしょう。あなたも日々のニュースを単発で消費するのではなく、今日のように点と点をつないでみてください。世界で起きている巨大なマクロトレンドがはっきりと見えてくる面白さを感じていただけるはずです。ええ、本当にそうですね。さて、今日のセッションの終わりにあなたに一つ挑発的な問いを投げかけたいと思います。ほう、何でしょうか。もしフォルクスワーゲンのような巨大企業やかつてブームに乗ったスタートアップがこぞってブレーキを踏んで今確実に機能するものだけに集中し始めているとしたら、はい。魔の意味での革新的な挑戦、いわゆるムーンショットはどうなってしまうのでしょうか。なるほど。誰もリスクを取らなくなると。私たちは今オープン AI のように莫大な資金を持つ一部の巨人だけがリスクを取ることが許されて、他のすべての企業は安全策を取るしかない、そんな時代に突入しているのかもしれません。非常に考えさせられる視点です。この現実直視のトレンドが未来の革新にどう影響していくのか、あなたはどう思いますか？リスナーの皆さんもぜひご自身で探求してみてほしいテーマですね。はい。それでは今回の深掘りセッションはこの辺で。また次回新たな知識の探求でお会いしましょう。